こんにちは、こんばんは。おはようございます。クオン開発の朝比奈幸太郎です。本日からですね、音の20世紀というシリーズをお届けしていきます。全部でですね、第1弾は音の20世紀、第2弾は技術的な話、第3弾は音楽史の話、ということでシリーズを組んでいこうと思っているわけなんですけども、第1弾は、全部で全11章ありまして、各1章の中でエピソードが10個から20個ぐらいあります。で、その台本をですね、AI と一緒に書き上げていたんですけども、やっぱり私としては台本をこう読む収録をさっきやっていたんですけども、自分の性には合わないなということで、やはりアドリブも含めて、インプロビゼーションも含めて、このようなスタイルで収録していくことにしました。台本をですね、こう、ずーっと下に流していくようなアプリを使っていたんですけども、PC のファンも暴走するしですね、なんかやっぱ自分の感じには合わないということで、こちらのスタイルをとっていきます。収録はですね、ライトも用意しまして、カメラも用意しまして、カメラをこう操作するですね、M5 スタックも自作しております。カメラはですね、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K というのを使っているんですけども、もうかれこれ10年ぐらい前のカメラになるんですが、ようやくおそらく今、なんか使い時なんじゃないかなというふうに個人的には思っていまして、いろんな派手な色のですね、カメラがたくさん出ていますし、自動のオートフォーカスですとか、もうスマホが普通のコンデジとか、一眼レフを超えてくるような画質のものが出てきたりとかしている中でですね、こういうシネマカメラですね、デジタルシネマカメラっていうのは、これからむしろ AI の時代にですね、こういう質感の映像が懐かしく皆さん感じていただけるのではないかということで、質感を本当に大事にしながら編集していきたいなというふうにこれから思っております。また、この話術についてもですね、これから勉強しながら、IT の勉強は結構してきましたが、話術については全然、私喋れないわけなんですね。今一人でスタジオの中で喋っているわけなんですけども、何せ伝える力が拙いということで、これから勉強していきたい。そして見切り発車をしていきたいということで話していきます。使用しているマイクロフォンはですね、クオン開発で開発しています、クオンのオリジナルマイク、X86S を使っておりまして、ヤマハの MG06 のマイクアンプを使って DA3000 を通しています。というわけで今日は音の20世紀第1弾ということでですね、ラジオの話をしていきたいんですね。これは台本を読んだ後にですね、自分でやっぱり自分の言葉で皆さんに伝えていこうということで収録し直しているわけなんです。音の始まりって、皆さん何だと思いますでしょうか。この増幅器っていう概念がですね、音の20世紀の音の始まりというかですね、大きなシンギュラリティになってくるわけなんですけども、この増幅器が発明される前っていうのは、皆さんオペラ歌手だったんですね。オペラ歌手だったっていうのはおかしいんですけども、オペラ歌手っていうのは地声でですね、コンサートホールの隅から隅まで行き渡るような声を出さなければいけない。私たちの声っていうのはそんな風に訓練をしないと出せないわけですよね、普段。何百人もいる会場で地声で奥の方まで届けるっていうのはかなり無理があります。これは何でかって言いますと、逆に上速というものが働いていまして、音っていうのは球体に膨れ上がっていくわけなんです。波紋で広がっていきますよね。で、これは、進んでいくにつれて逆2乗で、その音量、原因がですね、狭まっていく、小さくなっていく、という法則があります。なので、演説者が例えばいたとしてですね、100メートル先の人間に伝えるためには、前の方の人は耳が潰れるような声を出さなければいけないということなんですね。で、これをどうにかしたいわけなんです。で、誰かにこう伝える、情報を伝える、思いを伝えるっていう法法としてはですね、紙に残すか、こうやって声で口伝継承していくかしかなかったわけなんですね。それが20世紀のシンギュラリティで記録という概念ができまして、増幅器という概念ができまして、リアルタイムで、
人の思いとか考え方を伝えることができるようになっています。マイクっていうのは、人の思いとか考え方を伝えるための装置だと私は思っています。これは音楽を収録する際ももちろんその通りなんですよね。音楽っていう芸術を伝えるための装置であり概念である。でも、マイク自体はシステムですので、その使う人の良し悪しっていうのを選びません。ヒトラーっていうのがこのマイクの歴史の中で軸になってくるわけなんですね。ヒトラーの当時の広報担当であるゲッペルスっていうのはこういう広報的なものを非常に重視して、しかも技術力もすごい高かったと言われていますので、このマイクの装置を使ってですね、演説を拡大していったわけなんです。後ろの方の人には聞こえない。そうだ、拡声器を使おう。拡声器を使って、後ろの方の人にスピーカーを配置しよう。そこに届けよう。そうするとヒトラーが何人もできるじゃないかと。後ろの人にですね、拡声器を置くと、その拡声器から、逆二乗速で音が飛んでくる。ありとあらゆる方向の人に均一に声を届けることができるようになるんですね。で、これは最大でも数千人、多くて数万人規模のものでしょうか。大きなですね、オリンピックみたいな会場でヒトラーが演説している映像なども残っているかと思いますが、もっともっと伝えたいわけなんですね。広めたいわけなんですね。で、そこで登場したのがラジオという装置なんです。で、このラジオっていう装置は EV301 っていう型番のラジオをドイツは当時ゲッペルスの指導のもと開発したんですけども、それをですね、国民全員がちょっと分割したら買える値段で提供し始めたわけなんです。当時のドイツのその政策としてビートルも同じような概念で国民全員に配る、というようなですね、政策をとっていました。ラジオもその一つです。で、ラジオのこの EV301 っていう機種っていうのは、近くの電波は届くんですが、遠くの電波は届かないという性質を持っていました。これは意図して作ったのではなくてですね、国民全員がちょっとした分割で買えるようなレベルの、ものにするために、コスト削減のためにですね、機能を制限したというような形なんですね。結果的に、そのドイツのプロパガンダを国民に伝えるためには有利に働いたというふうに考えられるわけなんですね。そしてラジオを手に入れた国民に向けて国民放送を流していくということで、ある人の思想をですね、たくさんの人に同時に届けることに成功したわけなんです。この装置自体はどのように使うかっていうのは使う人の意図によって変わってきます。昨今だと AI もそうだと思います。生成 AI もですね、装置として機能がそこにあります。で、機能がある、使う人はどのように使うかっていうのを意図して使うわけなんです。それはジャッジをする人はいません。いい方向に使うのか、悪い方向に使うのか、ジャッジはしない。ただ機能がそこにある。この概念をですね、20世紀の音の歴史の中で皆さんとシェアしながら学んでいきたいところなんですね。で、実際ちょっと話は飛びますが、宗教の話ももちろんそういう概念だと思います。私は宗教の歴史っていうのも音楽史の歴史とともに勉強してきましたし、音楽史を語る中で宗教史っていうのは避けて通れないものになっています。で、宗教史を考える中で宗教とは何かっていうのを一言で私は表すとすれば、宗教というのは機能である。ファンクションですね。これもファンクションです。全部ファンクションです。で、それを使うのは人です。その人はどのような意図を持ってその機能を使うのかっていうのが、問われると言いたいところですが、問われません。誰もジャッジはしません。というような、概念、機能のお話を今日はお伝えしたいと思うんですが、あまり喋るのが苦手でですね、なかなか慣れてないもんですから、頭の中でまとめながらこうやって伝えてるんですけども、うまく伝わっているでしょうか。番組を進めながらですね、
この音の20世紀、台本たくさん用意してるんですけども、台本をちょっと読みながら進めていくのか、このようにフリートーク的に進めていくのか、まだ方針は定まっていませんが、やはり見切り発車で何事も物事を始めるというのが私は大事だと思っていますので、見切り発車にお付き合いいただければなというふうに考えております。そしてラジオを全国民に配った、ナチスドイツ、ヒトラーはですね、その後、ゲッペルスと共にたくさんの装置を開発していくわけなんですが、とりわけやはり音というものに関しては、非常に神経質に、そして重要性を持っていたわけなんですね。その重要性を持っていてくれたがために、ちょっと言い方はまずいかもしれませんが、重要性を持っていてくれたがために、ノイマンですとか、ゼンハイザーですとか、その後の20世紀の歴史をすべて作っていく、ベース、基礎となったわけなんです。これは映像の世界も実際そうです。カール・ザイスがありますが、ライカもありますが、これはヒトラーの記録を届けるため、ヒトラーの記録を残すというために、レンズは一気にその時代進化していきました。で、これはですね、またハッセルブラッドの回でもお届けしようと思っているんですけども、ハッセルブラッドっていうのは、スウェーデンで誕生したハッセルブラッド商会が作ったカメラと言われてまして、ほとんど20世紀の商業広告の写真をハッセルブラッドで撮られたというふうに言われているんですけども、どうやって作ったかっていうと、実はドイツ空軍が、スウェーデン上空で落とし物をしたそうなんですね。その落とし物をした機械を分解して、ハッセルブラッド商会がハッセルブラッドを誕生させたというそうなんです。いかに、ドイツが起点となって20世紀のこの目と耳、カメラとマイクですね。これを進化させてきたかっていうのを今日お伝えしたいなというふうに思っていたわけなんです。というわけで本日はなんか取り留めのない話になってしまったんですけども、自分で編集して見返してみて今後どういうスタイルでいくのか決めていきたいと思っております。よかったらですね、音の20世紀時代は続けていきますのでチャンネル登録していただいて、音の歴史ですね、皆さんと一緒に学んでいけたらなと思っております。クオン開発では現在 X86S とプラグインパワーでつなげられる P86S という無指向性マイクを販売しております。これオンマイクでもかなりこのようなマイクになってますし、離れてもこのようにオフマイクで綺麗に撮れます。市販品のですね、某高級マイクと比較した音源もウェブサイトの方で聞けますので、ぜひ聞いてみてください。もういろんなマイクをこれまで私も録音エンジニア、音楽家として使ってきたんですが、どんな高級マイクよりも今私は自分で作ったこれだなというふうに思っていますので、かなり自信を持っておすすめできると思っております。またクオンの方ではですね、たくさんのアプリケーションを用意しております。かなりの数無料登録だけで使えるようになっていますので、概要欄からぜひクオン開発の方を飛んでいただいて、クオン開発のアプリを楽しんでいただければなと。こういう、YouTube 音源なんかも全自動で、ノーマライズしてくれる機能もあります。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。